さあ、ということで今日は鹿島神宮来ました。東京駅からバスで来ました。2時間20分ぐらいかなということで参拝したいと思います。日本でも最高とも言われるぐらいのお宮でございます。東郷三社周りか。で、この鳥居は3.11の時に、崩れて、それから新しく作っております。杉の木、中に生えていた杉の木で作っているということなんですね。もともとは御影石だったそうです。位置関係は、電車で来ると香取神宮駅から歩いてくれるという感じ。結構広いんですよ。で、要石とか、見どころは結構ありますので行きましょう。はい。残念ながら今ね、修復中なんですよ。再来年ぐらいまでかけて、この中を綺麗にしてるみたいなんですね。すごいね、ちゃんとこれ、お祭りの仕方をこうやって掲げてるとこあまりないと思うんだけど、これすごく大事で、前から言うけども、初穂料というぐらいね、言っているぐらい、米っていうのが一番の位になります。並べ方はい。ということで、天照さんね。これは、だいたい神社庁に登録してあるお宮では置いてあると思います。はい。で、あと、氏神様。自分の今住んでいるところの一番大切な氏神様を一番大切にするのがいいことだと思いますけどね。書いてありましたね。大改修。閉殿、拝殿。今だから、今ね、楼門が見れないんだ。多分ね。今日は見れませんけど、楼門です。で、この時期は神社、宮に来ると血の輪くぐりがあります。6月30日が大払いね。だから夏の大払いっていうことが6月30日で、この時期になると、無病息災で、このね、なんか通り方もあるんですよね。拝殿があって、裏側になります。こちらを先にお参りするっていうのがなんかね、対になってる、対らしいんですよ。そういう、いろんな説があるからどれが正しいかわかりませんけど。で、あと面白いのは、このね、普通の神社の向きとは違ってね、北を向いてるんだそうです。はい。それもやっぱり昔からの映像って言ってたかな。目を聞かせるためにみたいなことを書いてありましたけどね。はい。なのでちょっと変わってるんですね。はい。とりあえずちょっと拝殿で、ちょっと参拝だけしてきましょう。はい。書いてあります。お宮の裏にはこの木があるんですね。昔はこの木に神様が宿るっていうことなんで、これは本宮参拝の前に、じゃあ先に行ってきます。さあ、参拝したので、これから本殿の方の拝殿で、参拝してこようと思います。ご最初を言うの忘れてましたけど、竹三日土の大神。最初に国に来るときに、交渉をしたって言われている神様ですね。で、神武天皇が即位の時に、大変信用感謝ということで、ここに作られたということなんですよね。はい、これ本殿なんですね。後ろに見えるのが。さあ、これが本殿の説明ですね。二代将軍がね、徳川の作られた、もう本当古いお宮なので、いろんな方がお参りに来てるということなんですね。はい、ちょっとね、逆側来て、ギリギリまで行きたいので、本殿撮りたいなと思って。昔はね、20年おきにやっぱり、建て直ししたらしいですよ。でも、鎌倉時代くらいからやめたって書いてたかな。ここでね、何を言いたいかっていうと、いつも僕言ってるんだけど、神社の蛇っていうのは土に木って書くんですよ。で、本殿の裏に杉の木があるの分かりますかね。あそこ杉の木ともう一個ね、丸い石があるんですよ。ね、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、でそこに神様が鎮座してたってことで、日本はいつも言うようにエナジー信仰なんですね。誰かがいるわけじゃなくて。神様の定義は恐れ多く賢きものだから、脅威とか、そういうことなんだけども、木とかね、自然のものに宿るというふうに言われてるんですよね。だからやっぱ昔からの神社っていうのはちゃんとほら、本殿の後ろにああやって、よりしろとかよく言ったりするんですけどね。神様がそこに、降りられてるっていう場所です。もう本当、ここの鹿島の公園っていうのは全てが天然記念物になってて、神域なんですね。書いてあるけども。で、このね、霊山木って書いてあると思うんですけど、これも、杉自体は枯れてるんだけど、その周りから、ほら、ね、根っこが生きてて生えてきてるよっていうことなんですね。そういうエナジーですわな。日本酒もさすがにたくさんあるんですけど、さっきも言ったけど、お供えするものの第一のくらいはお米なんですけど、もちろん日本酒もお米でできてるので、日本人とお米っていうのはすごいね、ご縁があるってことです。だからパンばっか食べないでお米を食べましょう。しべとしめ縄で、四角くね、ほら、わかります
いわゆる神域を作ってるんですよ。だからね、ここ一歩入ると、すごい、やっぱり神域の中は全然違います。こういうのはね、実感してほしいんだな。これはね、今、奥宮をこの前作り変えてたのかな、今もできてるのかな。要は、神様を、移動させる場所。他で修復してる間は、ここに神様をお祭りするっていう場所ですね。なので、この、入っちゃっていいのかわかんないけど、今は何か神様入ってるんですかね、ちょっとわかんないですね。まあもう見るからにすごいでしょ。この前の戸隠もすごかったけど、また全然空気が違う。で、やっぱり一歩神域に入ると当たり前ですけど空気が違う。そしてこの先はまた奥社があるので、奥社の方に向かっていきましょう。で、ここね、今ね。で、ここが鏡石っていうのをさっき言ってたやつは僕が、ね、ご神木があって鏡石。で、ここにエナジー宿りますよってやつ。ここも神様が鎮座したと言われてる。今ここでしょ。ここからが今度奥宮に行くんですね。奥宮。ここはあと奥宮があって、要石があって、なんだっけ、みそぎする場所なのかな。鹿はどこにいるんだろう。鹿も上か。鹿ここだ。鹿園。で、鹿は神様の使いっていうことで、こう、三島大社にもね、いるけど、天照さんの使いで来たっていうのが最初なんだよね。だから鹿は、使いとして大事にされている。本殿ね。本殿はだいたい右御霊。で、奥宮が荒御霊をお祭りしてます。だから荒い部分と、優しい部分との違いですね。こっちが優しい部分。で、荒い部分って言われている。なんだけど、なんかこう、いろいろと大事、こっちの方が力強いからこっちの方が大切だっていうことを言う人が多いですね。さあ、それでは、行きましょう。また全然違うでしょ。すごいな。大きいな。重たいな。っていう感じかな。本当にエナジー、この前の戸隠と一緒で、エナジー用意する。ねえ、でもこの木見ただけでもわかると思いますけど、もうすべてこう神木みたいなもんですからね。さっきの鳥居も一番上がね、500年の木を使ってるって確か言ってたかな。まあいつも言いますけど、さざれ石は、君が代にも出てきますけど、さざれ石、君が代の歌と一緒ですよね。岩尾になれっていう、細かい石が集まって、これ一つの塊になってるんだけど、まあ、人生哲学ですよね。いつも言ってる。ね、大きくなりなさいよっていろんなことを積み重ねて、それを、肥やしにっていうことですかね。私の解釈です。鹿園ですね。神様の使いとされてるんですね。すごい、ちゃんと説明書いてありましたね。ほら、竹三日月の大神のお使いが、国譲りの神の天照のご命令を受けてっていう鹿なんですよね。ちなみに鹿島アントラーズの角も鹿の角です。鹿島、ここから来てますね。はい。いろんなところにお宮がありますね。ここで、左行くと、池で、右が要石ですね。要石から行きましょう。奥社か。あと奥社が先あるんだ。さあ、奥社です。荒御霊でございます。奥社も、修復してたんですけども、今もうね、修復完了なんです。それで、大門に行ったんでしょうね。はい。いいですね。さあ、お参りしてきます。ちょっと書いてある。ご祭神も書いてある。で、これがさっきの言ったけども、荒御霊です。向こうが右御霊で、こっちが荒御霊。奥宮のこの左側をずっと行くと要石です。で、はい。奥宮は裏まで来れます。さっきからね、ほんとしつこくて申し訳ないんだけど、このほんとお宮の裏に聞こえて木があるってことが、昔の神社の土に木っていう意味ですよね。わーですよ。伝わるね。これ多分画像からも伝わるね。動画からも。これ有名だから知ってる方多いかもしれませんけど、香取神宮と、鹿島神宮ってほら、対に言われます。何が対かっていうと、昔地震が多くて、これ土壌なんだけど、でっかい。で、これが暴れることによって、土壌じゃないな。ナマズが暴れることによって地震が起きてたと言われていて、それを鎮めるのに、鹿島神宮が、この棒を見てる通り、はい、頭を押さえた。
で、香取神宮で尻尾を押さえてる。まあ、向こうも要道があるんですね。で、凹凸になってて、こっちが凹んでる方で、向こうが出っ張ってる方の要道があります。後で行きますけど。になってるそうです。で、ある方のやつを見てると、YouTube 見てると、ね、この刀が、ここに貼るのはね、このナマズの正体は可視化してるだけで、龍神とかと一緒ですね。要は人の念とか悪い気なんですって。黒いドロドロとした。それが悪さをするだっていう考え方があるんですけども、私の見た本の中でですよ。そういうものを抑えてるってことだ。黒いドゥルドゥルとした渦を巻いているもの。それが邪念とかそういうの。なんだそうです。それが本当は言いたいみたいです。やっぱりほら古木になって、こうやって、朽ちてるのもいっぱいあるんですけど、それでも前も言ったんだけどね、木っていうのは中じゃなくて、ここから栄養が上に行くんです。だからこの周りがいつまでも残ってるっていう感じです。すごいですね。もうこっからだけでもなんかこう、ね、すごかったんだってのは伝わりますね。これが、要石だ。ある場所ですね。はい、凹んでますよね。こっちが凹んでて、香取神宮行くと出っ張ってるのがあると。で、向こうとここが繋がってるっていう説もあるし、ナマズの頭を押さえてる方、尻尾を押さえてる方っていう風になってるんだよね。で、昔これをね、徳川だったかな、掘ったらしいんだけども、どこまでも繋がってるかは分かんなかったらしいですね。説明が書いてるけど、7夜掘ったけども、どこまで繋がっているかを分からなかったというぐらい深いよっていうことなんですね。すごいですね。だから、まあ難しいんだけど、結局は人間のそういう黒いものっていうのは、まあ腹黒いって言うけど、自分だけ得すればいいみたいな、そういう視点、自己愛なんて言うんですけど、そういうのとか、あとは物があれば幸せみたいなね。もともと神社は神恩感謝から始まってるわけだし、初穂料って言って、稲が取れてありがとうって稲をお供えするわけでしょ。もともとは。それを忘れて自分のよく得のばっかりになってるっていう思いが溜まってるよってことだ。それが溜まると地震が起きるよって地に足つけなさいっていう意味で地震になるって言うよね。だから今危ないよって言われてるわけですよね。はい。ということです。その黒いものの正体はみんなの心の中にあるところですね。今日もカラスはいますけど、神道においてはね、ヤタガラスって言って悪いものではないです。道案内をしてくれるみたいな感じですからね。すごいわかるかな、ザリガニがいる。久しぶりに見たザリガニ。みたらしというと、こっから水が湧き出て、ここの水をお持ち帰りもできるしっていう感じ。山から出ているお水ってことですね。見てこの横に生えている。ほら。ちょっとどうなってるかというと、このようになってる。そうや、鳥の上にずーっとなっている。で、ここのお水、今湧き出た水がここに来ていて、ここでみそぎをしてね、神事の前に。ってことで、普通の方は入れません、もちろん。なので、まあ、水を持って帰って、家で、なんていうの、自分のものにしてくださいみたいな感じですね。水というのは、ね、置いておくとよどむけど、流れているとこんだけ綺麗になるよと。これも自然の恵みで感謝ですよね、水も。そのみたらしの横にも、宮があります。大国主の御事ですって。大国主の御事、出雲ですね、出雲大社で国を作られた。すごい、ここ湧き水で作ったパン売ってんだけど、しつこいけど、神社はお米です。大事なのはお米。はい、ダメです。これ裏切ったらダメです。どんな水を使おうが、湧き水でお米を炊いてもらいたいですね、私としては。はい。やっぱりそれが大事。見てください。要石セットとかある。何をもって要石に見立ててんだね、饅頭をね。で、お抹茶なんだって。お蕎麦はこの湧き水で売ってるらしい。ね。で、湧き水で作ってるんだって、ジュースも。これもいいかもしれないですね。全部一応湧き水になってる。何が一番湧き水を取れるんでしょうかね。これね、さっきの鹿島アントラーズのマークは、
鹿です。さあ、ということで、湧き水で食べてきてるらしい。梅ジュース。めっちゃシール貼るんだ。なんかいろんな企画をやってるんです。面白いよね。ほら、三つ盛り夏そばとか。11時半過ぎて、混んできました。さすが、一宮。さあ、柏神宮の後、生須神社っていうところに来ました。これからお参りしようと思います。後で行くんですけど、今現在地はここなんで2の鳥居の場所なんだけど、本来この1の鳥居から行った方がいいそうなので、ちょっと、ここは後で見ましょう。先ちょっと本で行っちゃおうと思います。稲荷神社があるので、ちょっと順番はあれかもしれません。神社先に回ろうと思います。さあ、稲荷神社も、これは昔手水だったんでしょうね。参拝させてもらいます。って感じですね。さあ、ということで稲荷神社なかなか圧がありますね。素敵な感じでございます。参拝させていただきます。なんか歴史はやっぱり感じますね、こちらも。さあ、本殿の方に参りたいと思います。稲荷神社は、まあもちろん、あれですよね、よく商売になるとも言われますけども、基本的にはね、やっぱり稲穂から来てたりしますよね。こんなところに猫がいます。猫ちゃんが。のんびりしてますね。人慣れしてるんですかね。鹿島神宮と違ってちょっと静かですね。向こうはやっぱり参拝の方多かったんですけど、一宮で。ここは、一宮ではないんですよね。あとこの後に香取神宮を回ろうかなとは思っております。まあ、ここに書いてある通りであるんですけど、鹿島の、だから大神のご先導を務められた神様であるということで、鹿島神宮、香取神宮、そしてこの生須神社という風にして回るみたいですね。さあ、入ります。こちらも入ると雰囲気が変わって、静寂ですね。今日以降という緑の桜って書いてますね。さあ、その横にあるのが力石というやつです。本当に力比べに用いられたものなんだって。ということで、力石ですね。で、ちょっと話ずれちゃったけど、これが大型の木だそうです。へえ。こう、近寄ってパワーを受け取りましょうってことだから。そういうエナジーがあるんですかね。一円玉の木なんですよね、これ書いてある。これ。一円玉に描かれている木は、この大型の木でした。お宮としてはこじんまりしてるんですよね。でもなんかいろいろ古いものがいっぱいあって、あと、整ってますね。庭師さんがちゃんと入ってる。夫婦杉って書いてある。夫婦杉なんだ、これ。一応夫婦になってますよ、これ、ほら。はい、そういう感じでございまして、ご神木でございました。パワースポットの説明が書いてある。さっきの猫、ついにこんな体勢になってますけど、全然逃げないってすごいね。暑いんだろうね。ここにも地図があって説明書きがあるから分かりやすいんですけど、鹿島神宮で、これが今いて、次香取神宮。この三角形がポイントらしいですよ。で、東国三社と呼ばれるみたい。こっちは千葉県ですけどね。はい。ということでいきます。さあ、あそこが今言った神社なんですけどね。この、見えるかな？第一の鳥居でございます。これね。書いてあるけど。お塩井って書いてますね。で、右にあるのが女神、女神って、左が女性で女神っていうことなんですよね。女神って書いてあるっけ？はい。いかがですか？ね。鯉がいます。でもやっぱりちょっと神聖な場所なんだなっていうのは、ちょっと工事うるさくてすいません。その真後ろで工事してるんですよね。これが女性側の方です。なんかね、見える人によると、右と左でなんかエナジーが違うらしいですよ。ここで、僕はわかんないんだよ。左右で、左と右でやっぱりなんかエナジーが違うのが混じり合ってる場所だとかって言ってました。はい。さあ、ちょっとこっちも行ってみましょうか。はい、こっちが男性側の方でございます。あれなのかな？関係ないかな？入ってる声もオスだとかって関係あるのかな？関係ないか。
はい、ということでございます。ここもここで、こっちの方が大きいですね。はい、綺麗に整ってますね。やっぱりこの神聖な場所は、この周りはね、ちゃんと祠があります。はい。で、皆さんほら、一円玉を入れてるでしょ。さっきも言ったけど、一円玉のほら、葉っぱの絵だから、小型玉がね。で、なんか一円玉がいいらしいっていうことを YouTube で言ってる人いました。この、キラキラが。はい、こうすると全体が映るかな。左が女神で、右が拝み。で、真ん中に鳥居がありますよってことです。はい。香取神宮に今来たんですけど、駐車場はね、3つぐらいあるのかな、でかいの。で、私は第2なんですけど、第2だと、一応すぐそこがもう、拝殿があるのかな多分。でも一応、花のいい匂いがすると思ったら、山ゆりですね。さて、ここから行きましょう。さあ、長寿社は最近ほんと、尺に戻ってますね。長寿社にも、賽銭箱あるんだ。すごいなんか可愛い感じのですね。さあ、ここも、実は香取神宮も、楼門は工事していて見れませんでした。かなりね、ここ立派なのがあるんですね。残念でしたけどね。まあ、しょうがないですね。綺麗にするには。さあ、楼門を抜けると、本殿から、あ、すごいな。あれそうだ、黒の漆を使ってるんですよ。ここは珍しく。めちゃくちゃ綺麗ですよね。この、やっぱ黒とこう、装飾の色の兼ね合いがいいんでしょうね。ほんと、すごい。ハートになってるのはイノメですね。ご神木は杉ですね。これで1000余りだから、そっか、この戸隠神社よりもなんかさらにって感じしますね。樹皮見てると。どうだろう。でも戸隠さん、先週の戸隠さんの方があれかな。おみくじも多言語だそうです。ご祭神が普通寿司の狼なんですけども、先ほどと一緒で、この国土を開拓するときの、交渉に当たったりした神様ということなんですね。ここも香取神宮の森ということで、ね、ものすごい広いです。これからちょっと奥社の方へ、参拝に行こうと思います。奥宮ですね。奥宮の方に行こうと思いますけども、要石などいろいろあるので、その辺をお参りしてきます。結構拙者があるので、お参りしてから行きましょう。少し分かりづらいんですけど、こちらに要石があるので、先に要石を行きましょう。意外に人はこっちまで来ないんですね。静かでいいですね。はい、ここに要石があるんですけど、意外に全然山の中でわかんないですよ。で、結構来る人も少ない。ここも重要なのに。先ほども言いましたけど、鹿島神宮と香取神宮で2つあります。こっちが出っ張ってる方のになります。ちょっと撮っておきましょうか。ほら見てください。はい、出てる方です。鹿島神宮の方は凹んでる方でしたね。で両方繋がってると言われていたり、土の中にいるナマズ、大ナマズが暴れて地震が起きてたので、こっちが尻尾側、向こうが頭側ということで押さえつけているから、地震が収まったというのが説です。ナマズというのは、黒いものが渦巻いたもののエナジーなんだそうです。それが、いわゆる、自分のことばっかりの、ご利益主義になっちゃったり、物とかお金とか地位があれば幸せみたいな、感謝を忘れたような生き方っていう、そういう黒い部分だと思います。要は人間のそういう悪い波動と自然界の波動っていうのはリンクするので、それで地震っていうのが起きます。で、地震の起きる意味は、地に足をつけるという意味だそうです。はい、要は足がね、地に足がついてないから揺らぐということです。地に足がつくということも、利他愛であり、を大切にすることであり、目に見えないものの存在を敬うということですね。日本にはもともとあったエナジー文化でございます。みんなそういう感謝を忘れている。自然があって生きているのに自然をね、切ってしまう。そして動物たちの食べ物がなくなって氾濫が起きてる。そういうことですよね。さあ、要市の前にはお宮があります。はい。ここは、お稲荷さんでございますね。はい。そして、こちらも枯れているね、木なんですけども、このやっぱり
エナジーっていうのはあるんでしょうね。中にね。一応しめ縄も張っております。荒見玉に行き向かっております。ちょっと歩いて左に行くとあるみたいです。さあ、到着しました。最新のね、荒見玉がこちらになります。書いてありますね。荒ぶる魂は邪気を払い、霊妙な神気のもと、覇者検証の働きも活発に開運。なんかひっそりとした。やっぱ平日に人がいない時に来るといいですね。最高です。やっぱり人がいると人の邪気っていうのがすごくある。邪気によって汚れてるお宮もいっぱいあるということなのでね。皆さんどうか何かここが一番私の中で今日はしっくりきたような気がします。誓いを立てて、あとは行動を移すだけですね。これからやるぞということで、感謝をし、周りの感謝とともに誓いを立てて終わりにしたいと思います。また、レンタカーを借り、東京駅からバスで鹿島神宮まで行き、参拝をし、で、その後レンタカーをタイムズの6時間で借りてるんですしね。ガソリン入れなくていいし。ということで、それで、残り2人を2つ回りました。あっという間でしたね、意外に。はい、ということで、まあ、なんとも言えない。皆さんも来てこう感じることがいいと思うので、いつも言ってるように、ただやっぱ人がいない方がいいですね。今日全然人いないんですよ。で、止めるのに、おすすめの駐車場は第2駐車場でございます。はい。ご覧の通り、すぐそこがもう楼門です。第1だと多分歩くと思うんだ。結構広いけど。で、帰り第1に止めて、ちょっと茶屋街を見てみましょう。さあ、以上でございます。